遅すぎた。奥再生を連発してるのに今更このミュージックボールの凄さに気づいた。ボールが音楽に合わせて飛んでいく動画だけど、インスタで数千万再生は珍しくなかった。 TikTok を見たら同じくバズりまくってた。1億再生。 YouTube で検索してみると 3.8 億 3.4 億 2.2 億。これバグってない？これだけ複数のアカウントでミュージックボールの動画がバズってたら解説動画を出すしかないと思って、今回は誰でも簡単にできるスマホアプリで作れるやり方、本気で数千万再生を狙うためにパソコンで作れるやり方を教えます。最後、皆さんが一番気になるバズらせるためのコツと、この動画が3億再生された理由を教えますので、強制はしないけど絶対最後まで見てね。ビートバウンスというスマホアプリをダウンロードします。まず最初のステージのゲームをクリアする必要があります。クリアしたらユーザーレベルのところから音楽を選んで、上にあるオートプレイのところをタップしてオンに設定します。するとボールが勝手に飛んでくれるので、スマホアプリでこの画面を録画すれば OK。 背景やボールをカスタマイズしたい方はレベルエディターのところをタップしてクリエイトニューをタップします。音楽ファイルはこちらのサイトからダウンロードします。ダウンロードしたら青いボタンをタップして音楽を読み込みます。名前と音楽名を入れないと次に進めないので、ここは要注意です。プレビューをタップして音楽を聴きながらスピードを調整します。問題なかったらセーブをタップして上のメニューからボールの色、照明、背景、効果を調整します。下のメニューから早送りボタンで動きを確認します。プラスのところをタップするといろんな装置をつけられます。背景の後ろに文字も入れられますが、日本語が対応してないのがちょっと残念なところです。設定が終わったらパブリッシュをタップして皆さんのオリジナルゲームがこれで完成されます。しかし億再生されている動画はこのやり方で作られてないので、次はブレンダーっていうソフトでゲームの世界をゼロから作ってボールが飛んでいくアニメーションを作っていきます。音楽が作れる人はこちらのサイトで作ることもできるし、 YouTube でミュージックボールと検索してショート動画をダウンロードして音楽だけ使っても大丈夫です。音楽を手に入れたらブレンダーっていうソフトを立ち上げます。言語は日本語に選択して全般をクリックしたら編集できる画面に移ります。基本的な操作を簡単に説明すると、マウスの真ん中にあるホイールを回すと拡大縮小ができます。ホイールを押したままマウスを回すといろんな角度で見ることができます。そしたらまずボールを作ってみます。上にある追加をクリックしてメッシュのところの UVQ っていう項目をクリックします。ボールが立方体に埋もれているので移動ツールを選択して緑の矢印を左側に移動します。青色の矢印を動かすと上下に移動させることができます。赤の矢印は前と後ろを動かすときに使います。緑の色は左右ですね。このように物体を動かすときは移動ツールを選択した状態で矢印の方向を見ながら移動すると自由自在に動かすことができます。ボールがこのようにギザギザになっているときはオブジェクトをクリックして下にあるスムースシェードをクリックします。するとツルツルのボールができました。次はボールを受ける板を作る必要があります。初心者が作るには難易度が高そうですよね。なので他の方が YouTube で解説してる動画のスクリーンショットを撮ってこれを AI ツールで 3D モデルに変換させます。 CSMAI サイトに入ります。イメージ 2-3D に先ほど撮ったスクショをアップロードします。一番最初にあるマニュアルセグメントのところをクリックしてオンにしてあげます。 NEXT をクリック。次はモデルにしたい部分をクリックして選んであげます。セーブマスクをクリックして上にあるサミットをクリックします。マウスで回しながら確認します。そこまでひどくなければこのモデルをダウンロードします。右側の下の矢印をクリックしてファイルの形式を FBX に変更します。ブレンダーに戻ったらファイルを選択してインポートをクリック。 FBX を選択して先ほどダウンロードしたファイルを読み込みます。また埋もれてるので右矢印でずらしてあげて今回はサイズを大きくします。正方形が2つ入ってるアイコンをクリックします。マウスをドラッグするとサイズが大きくなります。横にある立方体はさっきから邪魔なので消してあげます。
キーボード X を押すとこういう風に削除することができます。次はボールと板をおしゃれにしていきます。これをゼロから作るのは大変なので、ブレンダーキットっていう外部ツールを利用します。この中には無料で使えるモデル、色素材、背景などがあるのでおすすめです。ダウンロードブレンドキットをクリックします。上にある編集のメニューのプリファレンスからアドオンをクリックします。矢印をクリックしてディスクからインポートをクリックします。先ほどダウンロードした ZIP ファイルをそのまま読み込んでいきます。するとブレンダーには新しい検索欄が追加されました。ここから皆さんが欲しいものを検索してモデル、色素材、背景の素材などをドラッグ&ドロップして使うことができます。ロックがかかっているのは有料プランなので気をつけてください。今回はこの板を金色にしたいのでゴールドと検索します。この中から好きなゴールドの色を選んで板にドラッグ&ドロップします。変化がないですよね。この時は右上にあるこちらのアイコンをクリックします。ピカピカの金色の板が出ましたね。同じやり方でボールには金色をドラッグ&ドロップします。右上にある X のボタンをクリックすると正面から表示することができます。この表示画面でアニメーションをつけていきます。まずボールが板の上に来るように移動ツールを選択してボールをクリックします。上に引っ張って横に移動させますね。次はスケールのツールを選択してドラッグしてボールを小さくします。まず板を選択して右側にある物理演算っていうアイコンをクリックします。下から2番目にあるリジットボディをクリック。アクティブのところをパッシブに変更してあげます。下にある表面の反応をクリックして摩擦のところは0にします。弾性のところは一旦 0.2 に設定します。次はボールの方をクリックして同じく物理演算をクリックしてあげます。下から2番目にあるリジットボディをクリック。今回はアクティブの方をそのままにして弾性の方を0から1に上げます。スペースボタンで再生してみるとちょっとしか飛んでないですよね。もっとボールを飛ばしたい時は板を選択してここの弾性の数字を調整します。ここの数字を上げれば上げるほどボールが飛びやすくなります。次は回転のツールを選択してこの板を少しだけ右側に回転させます。ボールの位置を少し調整してスペースバーで再生してみます。ちゃんと飛んでますね。次はこの板を選択してシフト D を押しながらボールが落ちる位置に合わせます。再生してみるといい感じに飛んでくれます。この作業をより楽にする方を紹介します。ワークスペースの境界線を右クリックすると水平に分割っていうメニューをクリックしてあげます。そして真ん中あたりに位置を設定してあげると同じメニューが2つ出てきます。上のメニューからシンっていうアイコンをクリックして下にあるキャッシュのところをクリックしてあげます。そしてここの終了の数字は絶対下にあるこの数字と一致しないといけません。例えば長さが500フレームだとここも500フレームと打たないといけません。下をスクロールするとこのフレームまでを計算っていうメニューが見つかると思います。この機能を積極的に活用するとすごい簡単にアニメーションを作ることができます。ボールが飛ぶ位置を確認して板をコピーしてボールの真正面に当たるように配置します。このフレームまでを計算をクリックすると次ボールが飛んでいく方向がすぐ確認できます。同じやり方で板をコピーします。ボールが飛んでくる場所を確認してこのフレームまでを計算をクリックして次の動きを見ます。簡単そうに見えますけどこの作業で一番難しいのは音楽に合わせてボールを飛ばすことなんです。音楽は下にある時計アイコンをクリックしてビデオシーケンサーをクリックします。すると追加のボタンが出てくるのでここから音楽を選択してダウンロードした音楽を選択してあげましょう。そしたら左上のアイコンをクリックしてタイムラインに戻ります。音楽が流れない場合は再生のところをクリックしてここにチェックを入れてください。右側にある下のメニューから弾性の方を調整するとボールが飛んでいく方向が変わってきます。ここの数字が強ければ強いほどボールが遠く飛びますし小さければ小さいほどボールが少し飛んでいくのでこの弾性の数字でボールの方向を調整することもできます。このようにアニメーションをつける作業はひたすら下のメニューから弾性を調整して上のメニューからはこのフレームを計算のボタンをクリックしながら板をつけていきます。
次はこのボールが転びながら落ちていくアニメーションをつけていきます。ボールを選択して下にあるアニメーション付きにチェックを入れます。ボールを選択した状態で移動ツールを選択します。キーボードの I を押してスタート地点を決めます。するとタイムラインには4つの点ができたことがわかります。ここで超重要なのが右側にあるアニメーション付きのところのキーフレームも打ってあげます。すると全部で5つのキーフレームができていることがわかります。次はインジケーターを少し移動して右側に移動させます。そしてキーボードの I をもう一回押してあげます。今回は右側にあるアニメーション付きのところのチェックを外してからキーフレームをもう一回打ってあげます。再生してみるとボールが飛びすぎますよね。この時間が短すぎるのでここを全部選択してあげて右側にちょっとずらしてあげます。今回は遅すぎるのでここをもう一回ちょうどいい位置に調整してあげましょう。ちゃんと転がってくれて安心です。この板のところの弾性を上げるとボールが勢いよく飛んでくれます。音楽に合わせて飛ぶように板を配置したら次は後ろの背景を作っていきます。上にある追加をクリックしてメッシュの平面を選択します。出てきた平面を回転をかけてサイズを大きくしてあげます。あとは後ろにずらせば OK。 後ろの背景にも可愛い素材をつけてあげます。壁が寂しく見えないように壁にくっついてそうなものをつけてあげましょう。上にある追加のメニューからカメラを選択します。ワークスペースの境界線を右クリックして画面を垂直に分割します。これはカメラの位置とカメラが映っているものを同時に確認するためです。カメラのアイコンをクリックします。出力アイコンをクリックして X と Y の数字を調整します。ショート動画の場合は X は1080、Y は1920になります。次はカメラがスタートする位置を決めます。その後追加のメニューから Empty を選択して十字のところをクリックします。出てきた十字をボールのど真ん中に合わせていきます。次はこのカメラと Empty をクリックしてコントロールもしくはコマンド P で一緒に動くようにくっつけちゃいます。するとこういうメニューが出るのでトランスフォーム維持をクリックしてあげます。次は Empty のレイヤーをクリックしてコンストレイントをクリックします。オブジェクトコンストレイントを追加、1コピーを選択します。スポイドマークをクリックしてボールを選択してあげましょう。するとカメラがボールを自動で追うようになりました。テキストは上の追加のメニューからテキストを選ぶだけ。文字を修正したい場合はタブのキーを押す必要があるので要注意です。こちらのアイコンをクリックするといろいろ文字を調整できる項目はありますが、ちょっと癖が強いのがこのフォントの変え方です。このように使いたいフォントを検索しても出てこないので隣にあるフォルダのアイコンをクリックしてここでフォントを選ぶ形になります。すごい癖が強いですよね。こちらの球体のアイコンをクリックすると文字の色を変えることができます。新規のアイコンをクリックしてサーフェスのところをクリックします。上の方に行って放射のところを探してクリックします。そしてこちらの色を選択して好きなエラーを選んだら OK。 書き出す前はライトをつけてあげる必要があります。ライトのところから3を選択、斜め上に配置しておきます。ワールドのアイコンをクリックするとここで光の強さを調整できます。この作業をしないと後で書き出した時に真っ暗になるのでここは絶対やっておく必要があります。そして連打のアイコンをクリックして下にスクロールするとカラーマネジメントがあります。ルックのところをクリックしてハイコントラストを選択すると物がはっきり見えるようになります。そしてブレンドキットで背景を作ることもできます。綺麗な空の色を選択して加湿を選択してから OK を押すと周りがこのように変わります。そして後ろにある平面をこのくにゃくにゃの素材を入れるとこういった感じの背景を作ることができます。最後出力のタブをクリックしてここのフレームレートを30に変更します。下にあるフォルダのアイコンをクリックして保存先を決めてあげます。ファイル形式は PNG から動画に変更してあげます。最後レンダーをクリックしてアニメーションレンダリングを選択したら終わりです。はい、最後までご視聴ありがとうございます。どうでしたか？難しかったですよね。
僕もこの動画は、絶対初心者向けではないから動画に出すつもりはなかったんですけど、ブレンダーっていうソフトが無料で使えるんですよ。で、ご覧の通りにすごい再生回数がインパクトがある動画のジャンルなので、もしかしてやり方さえ教えれば真似して作ってみるチャレンジャーもいるんじゃないかなと思って頑張って作ってみました。できるだけ専門用語を避けて、ショートカットキーも避けながら、誰でも真似できるように説明したんですけど、それでも難しく感じたと思います。この動画の勉強の仕方なんですけど、まず1日目にこの初級のレベルをクリアしてみて、もし1日目でもこの初級のレベルができなかったら、2日間かけてみる。意外と次の日やってみた時に分からなかったことができるようになります。こういう風に中級上級レベルでできることを増やしていくと、いつかはできるようになりますし、完成してみると意外と簡単じゃんってなるので、頑張ってチャレンジしてみてほしいです。ミュージックボールの動画を見ると、バズってる動画もあればバズってない動画もありました。その理由としては、まず動画のクオリティが、ゲームだけだとどうしてもやっぱ低いので、その原因が一つあると思います。で、バズってる動画の特徴を見ると、全部ループ動画なんです。いつ終わったかもわかんないまま最初からずっと見てるんですね。で、気づいたら冒頭の部分に戻ったと。っていうことがわかるので、動画を作るなら必ず最初と最後がつながるようにループにしないといけません。これが大事な一つ目のポイントです。で、二つ目がトレンドです。3.8 億再生されたミッションインポッシブルの音楽を使った動画なんですけど、まさにトレンドを乗ってます。ミッションインポッシブルの最新のシリーズが2023年7月14日に公開したんですけど、このミュージックボールの動画が7月15日動画を上げたんですね。なので、こういう音楽を扱ったジャンルの動画を作る場合は、いつトレンドが来るかもしれないので、今のうちクオリティを上げといて、その時期を待ってトレンドに乗る動画を作った方が一番精度が高くていいんじゃないかなと思います。もちろんトレンドに乗ってない、人気のある音楽もあるので、そちらを優先して作っていけば、なかなかいい再生回数は取れるんじゃないかなと思います。ミュージックボールの解説動画に関しては、できるだけ網羅したつもりなんですけど、抜けてる部分ももしかしてあるかもしれないので、概要欄のところに僕が参考した海外の解説動画も載せておきますので、よかったら参考にしてみてください。多分僕の解説動画が一番わかりやすいと思います。本気で作ってみたいけど、もうあまりにもわかんないっていう時は RKJ 教えてっていうところから私を予約してください。はい、以上話が長くなりました。今回もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。